縄とかサファリパックも行きたい。どうも、ロボチューバーのアンテロボルタです。今回は VTuber 関連の工作会。今年も Twitter の渡部と自由研究に動画を投稿したので、今回はその制作動画です。去年はサングラスとヘドバンするレインボーワタメイトロボの動画を投稿しました。で、今年は何を作るか悩んだんですが、今回はナオーンステップのダンスを踊るワタメイトロボを作ることにしました。ナオーンステップ、ノリノリな曲調で好きなんですよね。ってことで早速、工作開始。まずは設定。今回のロボは以前作ったスバルドダップロボと同じ機構を使うんですが、今回のダンスは腕も動かすので、腕を動かす機構も追加します。で、腕を動かす機構でも当然モーターを使うんですが、そのままモーターを横に並べるとこんな感じで肩幅が広くなっちゃうので、頭にモーターを配置して、プーリーとワイヤーで腕を駆動することにしました。と言っても、通常のプーリーみたいにベルトを使うと腕の軸やモーターに負荷がかかっちゃうと思ったので、今回はレグステモーターと腕のプーリーをつなぐことにしました。まあ180度しか回転させないので問題ないかなと。ということで設定が終わったら、印刷。で、それぞれ接着剤で組み立てていきます。まずは足パーツから接着剤を塗ってパーツを合わせてくっつけます。あと、軸を取り付ける予定の部分に補強用の金属パーツを圧着します。足と同じようにボディも接着していきます。顔も同じように角、ハイライトを取り付けたね。鼻、口を差し込んで接着します。で、今回ヤスリがけするか悩んだんですが、以前シシロンのゴーグルを作った時に試した UV レジンを使う方法だとしばらく表面がベタついちゃっていたので、後で綿を使う予定の今回だと綿がくっついちゃったりして不向きかなと。ということで、今回はヤスリがけなしにしました。あとは腕も接着してパッツの準備は完了。次に回転軸になるアルミのパイプを切ります。パイプカッターを使って必要な長さにカット。これを複数本作ります。これにネジをねじ込んで、これを真ん中のパッツに差し込んで、足を連動させるためのパッツを取り付けてネジ止めします。同じように足パッツを取り付けるため軸を差し込んで、ネジ止め。反対側も同じように組み立てます。で、このパッツを脚部に入れ込んで、軸を差し込んでネジ止めしたら、こんな感じで、真ん中のモーターが動くと足の向きが変わるようになります。ここに腕を取り付けるため、軸を腕に通して、ボディにネジ止めします。反対側も。で、このままだと軸がずれてきちゃうのでカバーをかぶせて接着します。次にモーターを取り付けていきます。配線を溝に通して、モーター本体も入れて、ネジで固定。反対側も取り付けます。で、ボディ中央と足のモーター用にサーボホーンを準備します。サーボホーンに穴を開けて、カット。形を整えたら、サーボモーターに差し込んでネジで固定。これを、まずボディ中央に取り付け、でシュレット取り付けてるんですが、実は隙間が少なかったので1回分解したんですよね。取り付けるとこんな感じ。足のサーボモーターを取り付ける前に、軸になるネジを取り付けます。ここに、さっきのサーボモーターを取り付けて、軸にグリースを塗って、さらに最初に接着した足パッツを組み付けて仮止めしておきます。あとは出回り、サーボホーンを切って、これを印刷したプーリーに入れ込んで、その上に PLE の板を置いて接着します。これを腕用のサーボモーターに取り付け、このプーリーにテグスを通します。プーリーに開けた穴にテグスを入れて、溝にテグスを沿わせて、腕のプーリーに開けた穴にもテグスを通して固定します。こんな感じで、上のモーターと腕が連動します。反対側も同じく取り付けたら、頭をドッキング。ネジ止めしたら、基本のロゴ部分は完成。あとは毛をモコモコさせるんですが、以前作ったヘドバンするワタメイトロボと同じように、綿とネットをかぶせて、綿をつまんで出すことにしました。
ただそのままだと可動部に綿が絡まっちゃいそうなので、この網でボディを覆うことにしました。網をいい感じの大きさに切って、頭や体、足にテグスで固定していきます。体がちょっと大変。こんな感じ。なんか強そう。で、ここに長さを調整したネットをかぶせます。足にも同じようにネットをかぶせるんですが、足の先端は羊毛を生やしたくなかったので、ネットを取り付けて、足裏に納豆を埋め込んでから、ネットを挟み込む形でネジ止めします。これを改めてボディに取り付け、これで足は OK。腕も同じように、細めのネットをかぶせます。あとはこのネットの下に綿を入れて、いい感じにネットの隙間から綿をつまみ出します。最後にサーボモーターの配線を以前作った基板でまとめて、さらにそれをラズベリーパイックに接続。プログラミングもしたら、踊るワタメイトロボの完成。どうでしょう。モーターを配置する関係で足がちょっと太くなっちゃったんですが、いい感じに踊らせることができた気がします。今回は BGM も自分で準備してみようと思って、ミニコピでナウオンステップを8ビットアレンジしてみました。初めてやってみたのでクオリティはご容赦ください。ちなみに、このロボもスバルトダックロボと同じように歩けます。ってことで、踊るワタメイトロボ、完成です。ワタメと自由研究2024では以前のサングラスをかけて踊るワタメイトロボの動画を投稿しましたので、よろしければそちらもご覧ください。ロボの構造的には今回初めてプーリーを使ったんですが、うまくいってよかった。あとは BGM。今回はアレンジだったけど、作ってみると楽しかったからそのうち勉強して動画用の曲とか作ってみようかな。ということで、今回の動画は以上。ちょっとしたおまけもあるよ。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ではでは。